今回はこのスピリチュアルの日、私が体験した、身をもって体験したお話をしたいなと思ったので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。Welcome back! お帰りなさい。マレーシア在住歩くパワースポーツ代表、ともです。よろしくお願いします。そして、お仕事だった方、お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。今日は15日のスピの日です。そして明けましておめでとうございます。わーこれね、日本に帰った時に買ったんですよ。今回ね、ちょっと弾丸で私、12月、去年のね、12月22、23とイベントがありましてですね、これ見て、じゃん師匠の T シャツ。師匠愛半端ないからね、そう、私の師匠は、金運は眉で決まるで有名な、木村玲子先生です。こちらに貼っておきます。そう、先生のイベントと、このね、じゃん、お笑い神事、大阪の平岡神社さんに行ってきましたのお笑い神事に出てきたんですね。そんで私、これはね、これ見て、お笑い神事って書いてあるでしょこれ。はい。これね、お笑いのコンテストに出たんですよ。その時にもらったやつ。なんか、ありがとう。すごい可愛いよね。これ手書きですよ、絶対。そう。そちらに参加しに行ってきました。はい。ここに書いてるかな。はい。その時に、まあね、いろいろね、もう本当に神社参拝とかもしたの。でその時に今日何の話しようかなと思った時に、このね、とてつもない超スケジュールが、ハードなスケジュールを組みましてですね、自分でも。私一人だけなんでね。でね、超いろんなところに行ったんですよ。でね、もう本当に、まず読み上げるよ。12月19日の朝に着きました。関西空港に、関空に着いたんですね。で、バンコク経由で来たんですよ。KL からバンコクに行って、バンコクから関空19日の朝に着きました。大阪に。その後に、ホテルに荷物を置いてすぐ、私はサムハラ神社に行きました。その後、イカスリ神社。その後、南波神社を訪れ、その後にその足で五稜神社。そこからなんかサムハラ神社の五風城っていうの五風城行って、なんかちっちゃいね、参拝できるところがあるんですよ。そこに行って、さらにそこから南波八坂神社さん、読み方合ってるかわかんないですけど、そちらも行って、結構ね、観光客、私も観光客なんだけど、どっちかっていうと、めちゃくちゃ外国人が多い、このね、迫力がある獅子かなのところを撮るためにすっごいいっぱいいたの。で、そこに行ってきたのと、そこから、住吉大社の方に行ってきました。そう。これさ、寝ないで行ってるからね。そう。全然飛行機の中は私あんま寝れないんですよ。で、それから、じっとしてられないからね、そこから観光に行きました。で、その12月20日、次の日は、これもまたね、ハードスケジュールでございます。京都の方に行ってきました。で、京都から、安井金毘羅宮、八坂神社、鞍馬寺、で、鞍馬寺から歩いて、山道をね、歩いて、貴船神社に行きました。で、貴船神社の、3社回ってきて、貴船神社からこう3社回ってきて、そこから、下鴨神社に行ってきました。はい。で、その後、12月21日に、伏見稲荷大社、車崎神社、車崎神社から嵐山の方に行って、嵐山から野々宮神社っていうのかな、野々宮神社合ってるに行ってきて、その後に、三金神社に行っ
きました。で、その後、12月22日に、平岡神社さんの方ですね、平岡神社さんを参拝して、そこの上で神様、友達がね、神様、上の神様にお願いしてくるといいよということで、山道を登りに行きました。で、そんな感じで、スケジュールで、23日がこの、みんなでわっはっは、あっはっは、あっはっはって笑った笑いに、またね、平岡神社さんの方に行きましたので、もう12月24日の朝には飛行機に乗るっていう、そんなスケジュールで行ったんですけど、今日はその時に体験した私のそのスピリチュアル的な、お話をちょっとだけシェアしたいなと思います。でもね、これ本当にすごいなと思ったのが、ちょっとお笑い神事のことについては、次の週の22日の時にちょっとお話ししたいなと思います。そこでもね、すごい、お笑いについて、お笑いってさ、芸人とかのお笑いじゃないの、なんでやねんとかの、そういうお笑いじゃなくって、いかに笑いがどういう風にして対峙かっていうのを、22日の開運の方でお話ししたいんですけど、今回はこのスピリチュアルの日、私が体験した、身をもって体験したお話をしたいなと思ったので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。で、最後に、この鈴で服が舞い込むように鳴らしていきますので、よろしくお願いします。はい。なので、そう、何がね、不思議かって言ったら、まず、こんなハードスケジュールだから、自分で詰め詰めしたんだけど、私、ムエタイやってるんだけれども、足がさ、限界来ちゃったみたいで、そう、この日さ、すんごい歩いたんですよ。で、ぜひ、私のインスタの方に、いろいろね、どこを回ったかとか写真が載ってますので、よかったらご覧ください。そしてフォローもお願いします。はい。で、その回った様子は、来月の友の日の方で、オンエアしたいと思います。はい。ちょっと編集をしようかなって思います。でね、その体験した話、早くしろよって感じです。で、体験した話が、こんだけぎゅうぎゅうに詰め込んでいたので、私の膝が、この12月20日の鞍馬寺から貴船神社に行く途中、この40分間の山道。しかもさ、めちゃくちゃ寒いんですよ。雪が降ってたの。雪が降った後の日に行ったの。で、超久々に雪を見てはしゃいじゃったわけですよ。その前に、まず、鞍馬寺に着いたら、なんと、綺麗なハロね、日傘私、日傘結構よく見るんだけど、もう鞍馬寺に着いた時、門をくぐる前から、バーって大きい日傘がね、すっごいなんか山がさ、ちょっと雪景色でさ、綺麗だなって、しかも紅葉もあったりとかして、すごい綺麗だなと思って見とれてたのに、ファーって、大きい日傘がね、出てたんですよ。それって、スピリチュアル的に言ったら、お寺さんですね、神社とかで見たら、それは歓迎されているっていうサインなんですね。はい。なので、私結構、例えば、まあ、私よく神社とか行くとき、絶対に、結婚式とか、なんていうの、神事ごと誰かが、なんかこう、ね、神事だ。神事の、神様にお願いをするために、なんかこう、神事をお願いしていたりとかするのに、遭遇することがめちゃくちゃあるんですね。それって、歓迎されているっていうサインなんですよ。で、今回も、日傘をね、見て歓迎されてるなって思って、わーってはしゃいでたの。で、はしゃいでたらさ、滑らないようにしようと思って、下り坂でもね、ちょっと膝を痛めてしまってね、もう本当に歩けなかったの。もう超歩けないけど、でも私、めったに日本に帰んないし、大阪じゃないからね、実家が。神奈川なので、あの、遠いから、もうここぞとばかりにすごい回っちゃったわけ。で、足が限界を超えてまして、そう。でね、もうほんと膝ちゃんごめんねとか思いながら、いろいろ回ったんだけれども、で、次の日に、本当はね、伏見稲荷の方に、
やっぱ神社に詳しいお友達がいるんだけど、その子が、やっぱ伏見稲荷さんに行ったら、山の方にもちゃんとね、挨拶しに行ってねって言われて、行こうと思ってたの。だけどもう膝が痛すぎて、もう本当に曲げられないし、もう本当に歩けない。もう引きずって、もうこんなになりながら歩いてたぐらい引きずってたのね。それぐらい歩けなかったの。でも体重がかかると、激痛。もう本当に激痛で、もうとにかく曲げることができない。階段も乗り降りできない。歩くことすらもう痛すぎてできなかったの。でもさ、スケジュールこなしたいからさ。で、しかも、その12月21日はどうしても車崎神社に行きたくて、あるね、ものを買いたくってね、そこに行きたかったんですよ。で、まあ、伏見稲荷はもう本当に山登りもちょっと断念して、まあ、ね、メインのところだけ挨拶して、車崎に神社に行ったの。ここからよ、ここから、もうここからね、ミラクル起こるから。本当にすごいなと思ったのが、ちょっと天気が危うかったの。ちょっと曇りかな、みたいな感じだったんですよ。でね、そう、まあ、雨降るかもしれない、みたいなぐらいに曇ったの。だけど、もうその車崎神社に着いた瞬間、パーって光が差し込んできたの。で私も着いた瞬間、もうここ好きって思ったの。フィーリング的にね、まず。ここ好きって思ったら、そういう風に日がさ、差してきて、これも歓迎されているサインなんだけれども、そしたらね、もちろんね、太鼓の音も聞こえてきて、これまた歓迎だし、一番驚いたのが、ここです。ここ。邪気をね、最初に払うんですよ。ここでね。そうしたら、なんと、あんだけ痛くて歩くのも危うい。もう私さ、ムエタイやってるんですけど、帰ったらムエタイしようと思ってたのに、もう絶対できないと思ったの。1週間ぐらいもう休まなきゃとか思ってたの。がしかし、ここでね、ここでお祈りしたら、あるとあらゆるね、邪気を取っ払ってくださいって言ったの。そうしたらさ、その後すぐに、本当にって思うかもしれない。膝の痛みが消えたの。90%、95%。もうほぼほぼ痛くない。もう全然歩けるし、なんならちょっと走れるよぐらいになったの。すごくない？でもちょっと、違和感まだあるかなって感じ。完全には治ってない。けど、もう全然、もう普通に歩けるし、全然余裕みたいな。ちょっと、なんかの拍子で、なんかちょっと痛いかもぐらいな感じ。それぐらい。でも全然気にならないぐらいまでなったの。すごくない？でね、もうこれすごいと思って。だから、22日の平岡神社の山にも登れたの。これ想像してた以上に階段が多かったの。だから、治ってよかったって思ったの。でもちょっと、やっぱ登るときとか、ちょっと体重をかけたら、ちょっと痛いかなぐらい。でも全然気にならない。全然ね、降りれる。あと寒いのもあったと思う。だけど、それが治ったのが、すごくない？もうこれが、ちょっと私がね、言いたいスピリチュアルの話。ね、これが不思議だよっていうこと。で、さらにもっと言ったら、次の日の12月23日に平岡神社で20分間笑うっていうお笑い神事をしたんですよ、みんなで。お笑いコンテストはその後。これもさ、こう20分間笑った後、なんと完治したんですよ。足の痛みが完治したの。これすごくない？もうこれさ、もう平岡神社にその23日笑ってる時に、もう本当にいろんな光とか、もうとにかく波動が高くて、22日も平岡神社で写真を撮った時にすっごい写真が写ってたの。でも22日もっといっぱい。もっといっぱいすごかった。ね、ずっと本当にね、笑ってたの。だから、笑うってすごいんだよっていうことをこの22日で話すね。開運の時に。今回は私が喋りたかったのはスピリチュアルの話だから、私が言いたかったのは、本当に見えない力の存在ってすごいって思った。私は自分がね、車崎神社さん、本当にすごいって思ったの。そう。で、
平岡神社さんでも有名なね、宮司様ともお話しすることができてね、もう本当に神様みたいだったの。お話なんかもう本当に、あはははははは、よう来たねみたいな感じで言われたんですよ。本当に神様と喋ってるみたいにお話ししてくださって、私、マレーシアから来たんですっていうことをお話ししたら、もう本当にそんな感じで、なんか、ははは、は、そうですか、よう来てくれはりましたな、みたいな感じで、もう本当に神様で話してるみたいで、すごかったの。で、私がね、このスピリチュアルの話で伝えたかったのは、その奇跡、見えない存在の奇跡と、こんなに早く体験するっていう、この不思議な力の話をしたかったんです。はい。伝わってくれましたか？すごかったの。本当に、すごかった。もう今回すっごいいろんなところに回って、もう本当に、サムハラ神社さんとかでもすごかったし、私ね、安井コンピラ宮、縁切り神社に行ったんですけど、あそこは、なんとも言えないオーラでした。朝ね、7時過ぎぐらいに行ったんですけど、あのさ、くぐるところがあるのね。縁を切るために。縁を切るためと良縁を結ぶために、くぐる場所があるんだけども、そこが何とも言えないすごいオーラで、友達によくくぐったねって言われたんですよ。でも本当にそれぐらい、なんか覚悟を持って私は行ったの。本当に。本当に行った。で、いろんなね、ことが起こりました。家に帰ってきてから、テレビが壊れました。多分これもうね、ステージが上がるなっていうのを感じました。私、ステージが上がるとき、電化製品壊れるんですよ。買ったばっかりのものとか、ね、本当にいろんなものが壊れてます。テレビも壊れたし、お友達からね、もらった、なんだろうあれ、匂いのね、なんかこう、匂いで自分を守ってくれるものがあるんだけど、それもね、大事に大事に使ってたの。がしかし、帰ってきたらもうめっちゃ粉々になってるし、で、私朝、グラノーラを食べるんですけど、グラノーラ自分で作ってるのね。で、それを入れている瓶、作ったばっかりだよ。手を滑らしてさ、パリンって割っちゃったの。そんなことさ、今までなかったの。いろんなものが本当に壊れてる。そう。なので、もう本当にステージが上がるなって思ったのと、スピリチュアルの話、本当に目に見えない存在、こう歓迎されている、神社から歓迎されているサインですね、をお話ししました。ちょっとスピリチュアルな話、不思議な体験をちょっと私お話ししました。そして、ちょっとどさくさに紛れて、神社に歓迎されているサイン、呼ばれているサインもお話しました。そういうふうにハローを見たりとか、虹を見たりっていうことも、歓迎されているサインだし、そういうね、信じ事ですね、お祝い事にも遭遇するっていうこともご縁があるっていうことです。あともちろんね、その宮司様とかとお話できたりとか、そういうのももう本当にそのサインだったりもします。とにかく、あとね、風がファーってきたりとかもそういうのもそうだし、私結構ね、前ね、なんかの動画で、龍神様かのなんかの話で、九頭龍神社さん、私結構九頭龍神社さん行くんですよ。日本に帰ったら絶対に。そこで、不思議な体験をしたっていうのも、どっかにね、あるから見てください。はい。それを、見てください。そういったスピリチュアルの体験もしております。はい。今日は、ちょっとね、長くなっちゃうから、こういう話は、友の友のお部屋ですね、サブの方でちょっとお話ししたいと思います。今日はちょっと話長くなっちゃったかもしれないんですけど、スピリチュアル、私が体験した話、不思議な話を今日はシェアしてみました。もしね、皆さんが神社に行く際は、そういったサインですね。もしかして私って、みたいな。さっき言った、歓迎されているサイン。虹を見る、ハローを見るっていうことも歓迎されているサイン。そして、穏やかな風が吹いたりとか、気持ちいい風が吹くっていうこともそうだし、天気が変わるっていうこともそうです。晴れだったのが急にバーって雨が降ったりとか、逆のパターン、雨が急に止んだりとか、
そういうふうに私みたいに日が急にそこにいる時だけ差してくるっていうことも歓迎されているサインです。そして、神事事ですね。なんかお祝い事、七五三とか結婚式とか、そういう、なんかね、いろいろこう神事的なことに遭遇したりっていうのも歓迎されているサインです。そうとにかく本当にこの膝が急に治ったっていうことが本当にびっくりしたの。本当にびっくりしたの。これはね、なんかもうぜひ伝えたいと思って、私、本当に車崎神社さん、初めましてだったんですよ。どうしても買いたいものが2つあって、そこに行ったんですよ。今回初めましてだったんですけども、本当にね、行ってよかったなと思った。だから、ぜひ、ね、皆さんもそういった不思議な体験がありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。そして、皆さんにとっても、これを聞いたっていうことは、次あなたに何かこうね、いいことが起こる。その後、普通にね、ムエタイにも受けたし、金運もね、舞い込んできたりとかしたんです。だから、ぜひね、行ってみてください。お顔鑑定とかもちょっとね、最近ありがたいことに、ぼちぼち、マレーシアでも進めることができているので、はい。なので、ちょっと忙しくなってきたので、YouTube 4日に絞っております。今日も最後まで見てくださったあなたも本当に大好きです。もしね、なんか、良かったなって思ったら、応援の意味を込めてこちらを押していただけるととっても嬉しいです。これからも進化していきたいと思います。で、ぜひね、なんかこういう話をしてほしいなとか、こういうスピリチュアル、私、バシャールとか、引き寄せの法則とかもいろいろ学んでおりますので、毎日ね、本当に実験して生きてます。なので、そういったことも気になるなっていう方は、ぜひ、コメント欄にお書きください。そして私に質問などがありましたら、質問などもぜひお書きください。そして、お顔鑑定も気になる方は遊びに来てください。メイクアップもね、開運メイクもやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。そう、フェイスリーディングは英語でもできますので、ぜひよろしくお願いします。はい。では今日も最後まで見てくださったあなたはもう本当に大好きです。今日も見てくださったあなたにたくさんの服が舞い込んできますように !Be happy! じゃあね、バイバーイありがとうございます。